前回作った100均のセリアジェルカラーとネイルタウンのホイップジェルを使って少しレトロなお花のアートをご紹介していきたいと思います。前回作った100均のセリアジェルのカラーを使って春のお花のアートデザインしていきたいと思います。まずはベースのカラーと明るめのグレージュのカラーをですね、一層引いていきます。今回はこのカラーの上にアートをしていきますので、アートをしていく時のこういったベースのカラーはですね、基本的に一度塗りでやっていくといいです。淡いカラーであれば全体的にアートをしていく時はですね、少しムラがあったとしてもアートでごまかしていくことができるので、本当に肌に馴染む程度の感じに塗っていただくといいと思います。そして今回ははっきりめのアートをですねしていきたいので、未硬化ジェルがある場合はですね、未硬化ジェル拭き取っておくといいです。では早速アートをしていきます。まずは白のカラーからですね、花びらを描いていくんですが、大きくメインになってくるのがこの右下の部分と左上のところにですね、メインを持っていきたいので、だいたいどちらがですね大きくなってもいいんですけれども、私はちょっと右下の部分の花びらを少し大きめに、そして根元のところはちょっと小さめにですね、ちょっとこんな感じで花びらと花びらに間が空くような感じにこんな風に描いていきます。この時ある程度ランダムで大丈夫です。小さな感じでいいので、一度こんな感じで硬化していきます。では続いてカラーを入れていくんですが、このデニムブルーですね、このカラーをこの白の花びらの間にこんな風に入れていきます。これももう本当にですね、大雑把にさっさっさとこの筆を使いながら描いていただくといいです。花びらを描こうという感覚ではなくて、筆でですね跡をつけるような感じでこんな風に描いていただくといいです。で続いてこのままの状態で今度はネイビーのカラーを取っていただいて、このブルーの横にですね、ちょっと混じるような感じにこんな風に描いていきます。この柔らかい青のカラーとネイビーのカラー、この濃さ濃淡の違いによってですね、ちょっと立体感が出てくるので、下の花びらと手前の花びらみたいな感じのイメージなんですけれども、そんな風になるようにですね、青の横にこんな風にネイビーのカラー入れてあげてください。で混じるように硬化しずにこのままの状態でやっていきます。そしたら一度硬化します。そしたら続いてですね、もう一度白のジェルを取っていただいて、一番最初に描いたこの花びらのところ、白の花びらのところですねにの上にもう一度重ねるようなイメージで、さっきのこのネイビーと青ともですね混じり合うような感じでランダムに入れ込んでいきます。そしてもう一つポイントとしてですね、このお花とは違って、今からちょっとお花が咲くよというちょっとつぼみになっているものをですね、こんな風に入れてあげてください。白とネイビーをですね、本当にまず硬化しない状態で混じるような感じでさっさと描いていただくだけでも本当につぼみのようになってくると思います。で一度硬化していただいたら、続いて葉っぱ描いていきます。葉っぱもですね、この大きいお花のところにですね、ちょっとアクセントとして主役になってくる花びらをですね、2枚が重なるようなイメージで描いていただいて、あと上のお花のところには1枚、あとはちょっとバランスを見ながらですね、もう1枚描けるようであればというような感じで描いていただくといいかなと思います。でこれもですね、このグリーンのカラーとベージュのカラーをこんな風に混ぜる感じで描いていただくと、これも凹凸感が出てアンティークっぽく仕上がってくると思います。今回のお花は少しレトロっぽく仕上げていきたいので、ラインでですねしっかりと輪郭を描いていきますので、この段階ではこんな風にですねちょっと色付けをつけるような感じでランダムに無造作な感じに描いていただくといいと思います。なのでアート用のジェルでなくてもですね、100均のセリアジェルちょっと柔らかいんですけれども、それでも十分こんな風にですね色付けの感覚で描いていけますので、こんな風に使っていただくといいかなと思います。ではこんな風に硬化していただいたら、早速ですねネイルタウンのホイップジェルのブラックを使って縁取りしていきたいと思います。なかなかアート用のジェルって私もサロンで使っているもの以外でいいものってなかなかないなと思っていたんですけれども、このホイップジェル白を使った時にも感じたんですけれども、本当にこれさえあればですねカラーは柔らかいカラーでもどのメーカーのものでもですね使っていけると思いますので、このホイップジェルいいと思います。では早速描いていきます。まずはお花の中心のところにですねこの細筆を使って点々点々とドットを描くような感じでですね、お花の中心こんな風に描いてください。で細筆からですね少しジェルを取り除いていただいて、お花の中心のこの黒いところからですね線を引っ張るようなイメージで花びらの
このランダムにこのカラーのところですね書いてあるので、必ずこんな風に書かないといけないということはないんですけれども、もう自分でですね縁取りを作ってしまうような感覚で線を引っ張って花びらを描いていきます。でこの時花びらのこの上の部分ですね、ちょうどこのベージュのところとベースのカラーと重なるところなんですが、ここまでしっかりとですねラインを入れないといけないというわけではないので、本当にレトロっぽく仕上げたいので、線と線が重なり合ってるような感じでスケッチを描くような外線というか外枠というか、そんな感じでですねさっさっさとこう線を描いていただくといいと思います。ポイントとしてはこの真ん中の黒いところからですね、こんな風に黒がこうだんだんとこう出てくみたいな感じのイメージで描いていただくのがベストなので、黒のところからですね線を引っ張っていくように描いていただくといいと思います。中心からですね、中心から描いていただくようにするといいと思います。そしてもう一つ注意点として、あまりですねこの黒の線をですね描きすぎてしまうとやっぱりちょっと黒が強くなってしまうので、花びらの輪郭をイメージしたものはですねもうこう結構大きめにですね、私のこの感覚であれば4枚ぐらいですかね、こうちょっと大きめで描いていただいて、あとはもう線でつなげるようなイメージでですね縁取っていただくといいかなと思います。なかなかちょっと花びら自体をですね描くのが難しいという方に関してはですね、本当になんとなくこの中心のところから線をさっさっさとこう本当にトゲが出るようなイメージでですね描いていただくだけでも花びらっぽく仕上がってきますので、そんな風に描いていただくといいと思います。そしてこのホイップジェル、通常のジェルに比べて全然こう縮みとかがないので、あとこうなじむたらんとこうカラーにですね馴染んでいくような感じがないので、あまりですねそのまま置いといていただいても問題ないと思うんですけれども、心配であれば一度この状態でバッチリというところでですね一つの花びらを描いていただいたら硬化していただいて、もう一つの今度お花を描くという風にですね小分けしてやっていただくといいかなと思います。では続いてこのつぼみを描いていくんですが、このつぼみはですね先ほど描いていただいた白と青のところのこの下のところにですねヘタのようなところですねを描いていきます。この輪郭をなぞるような感じで黒のライン入れていただいて、そこからですねこのつぼみの先になればなるほどですねこうシュッと細い線がですねさっさっさっさと出るようなイメージです。そしてあとはこの大きい花びらにつながるような感じで細い線をさっと入れていただくとこんな風に仕上がってくると思います。続いて葉っぱの輪郭もですね描いていきます。これも同じようにお花と同じようにですねこの綺麗なラインでこう縁取りをしていくという感覚よりは先ほどご紹介したようにスケッチのような感じでですねこう線をさっさっさっさとつなげるようなイメージで描いていただいた方がレトロっぽく仕上がってくると思います。本当にポイントとしては太い線がないような感じで細い線でこうさっさっさっさと本当になんとなくでいいんですけれども、このラインにピシッと細いラインを描かないといけないってなると難しいんですが、スケッチのような感覚でさっさっさっさと描いていくと割とですね簡単に描いていけますので、そんな風にタッチ感覚でですね描いていただくといいと思います。こんな風に葉っぱまで描いていただいたら、あとはですねちょっとこの全体のバランスを見ながら茎のようなこうヘタのような感じつるのような感じですね。でこんな風に線をですね細い感じで、これもさっとこう筆を引くようなイメージでですねやっていただくと細い線が描けるんですけれども、そんな感じのイメージでちょっと線をですねラインを何本か入れていただくとこれもレトロっぽく仕上がってくると思います。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではこれで一度硬化していきます。続いて登場するのがこの色ジェルのホイップジェルの先ほど使った黒のカラーと同じホワイトのカラーですね。でこれで先ほど描いたお花のこの黒い中心のところにですね細かいドットを入れていきます。これドット棒とかを使っていただいてもいいんですが、ドット棒って小さいドットを描くのがちょっと難しかったりするので、そういった時にですね細かいドットは細筆でもう本当にちょん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 と描くようなイメージでやっていただいた方が小さいドットがですね描けますので、こんな風にやっていただくといいと思います。でドットもランダムにですね大きいもの小さいものという風に描いていただくといいかなと思います。そして同じようにですね右下のお花と左上のお花のこの付近にですねこんな風にドットをですね小さく描いていただくといいんですけれども、こんな風に入れ込んでいくと
お花の雰囲気がぐっとですね引き立ってきますので、こんな風に細かいドットをですねお花付近に入れていただくといいと思います。そしてこの空いている隙間にもですねこれ3つのドットを重ねないといけないというわけではないんですけれども、本当にドットをですねお花を描いていただいた時って描いていただくと割とですね隙間を埋めるような感覚にもなりますし、デザインとしてですねすごく引き立ってくるので、ドットを入れていただくといいと思います。決まった位置にラインを描いていくのって難しいんですけれども、先ほどご紹介したように本当に細いラインでですねスケッチを描くような感覚でさっさとこう描いていただくと、本当にレトロっぽくいい感じに描いていけますので、結構簡単にですね仕上げていくことができると思います。こんな風に出来上がったらトップジェルでコーティングしていただいて、硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取って形まで整えていきます。そして今回は入れていないんですけれども、こういったお花をですね描いていただいた時とか、後からですねちょっと隙間にドットを入れたのと同じようにですねラメとかホロをですね少し散らしていただくと、それもですねすごくデザインとして引き立ってくるので、それも一つの方法として覚えていただくといいかなと思います。では形の整えまで終わったら、最後に艶出し感覚で色ジェルのグロッシートップジェル塗っていきます。このグロッシーのトップジェルを塗ることによって本当にツヤがですねすごく出てくるんですけれども、このツヤが出ることによってまたお花もですね引き立ってきますので、ツヤ出しも大事にしていただくといいと思います。では最後キューティクルオイルを塗って完成になります。はい、こんな感じで完成です。今回は青とこの白でですねこういったお花を作っていったんですけれども、他にですねパープルのカラーだったりとかピンクのちょっと青寄りのピンクといいますか、そういった感じのカラーとかを使って描いていただいても大人っぽくこんなレトロな仕上がりになってくると思いますので、これから春に向けてですねいろいろ楽しんでいけると思います。今回のお花のようにお花を描こうと思うと難しいと思うんですけれども、本当に紙にスケッチをするような感覚で筆をさっさっと動かしていただくと割と簡単に描いていくことができますので、ぜひ一度やってみてください。カラーもですね同じようなカラーで同系色でお花、そして葉っぱという風にですね重ねていただくといいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。カラージェルはどんなものでもホイップジェルがあればいろんなアートで楽しんでいけると思います。ぜひやってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。我が家のちび息子どんどん成長してきまして、ちょっとずつ離乳食で物が食べられるようになってきたので、食べることに対してですねちょっといろいろと分かるようになってきたのか、私たちがご飯を食べていると口元をパクパクと動かしてみたり、なんか欲しい仕草をしてみたりするんですけれども、この時も我が家のおてんばした娘がソーセージを買って食べていたんですけれども、そのソーセージの1本がですねちび息子の近くに落ちてしまって、それを手に持ったまま食べれるものだと分かったのか、手から離さないんです。これを取ろうとすると怒るので、もうそのままにしていたんですけれども、これを一生懸命眺めてみたり加えてみたりするんですが、もちろん封を切っていないので食べれないんですけれども、もう全く離す気配がなかったので、もうそのままにしておいたんです。そしてその後にこれもまたおてんばした娘が置いていった味調べのお菓子を、これも食べ物だと分かったのか一生懸命加えるんですが、封を切っていないので全く味がしなくて、まだ歯がないので紙をですね破れるっていうような感じはないので安心なんですけれども、一生懸命自分なりに食べようとしているのか、もうその仕草が本当に面白いんです。このソーセージと味調べで遊んだ後、気がついたら面白いことにソーセージを持って寝ていたんです。そこまでしてソーセージを握りしめていると食べさせてあげたくなったりするんですが、まだ無理ですよね。いろいろと分かるようになってきた分大変なんですが、すごく面白いことばかりなんですよね。我が家にはおてんばした娘がいるので、ダメなものまで口に入れてしまわないか、もうしっかりと見張っていないといけないと思いました。以上、我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。